1941年1月、広大な植民地を有し、太陽が常に自国領を照らす太陽の沈まない帝国に、英国王室王太子の名が冠された最新鋭戦艦プリンス・オブ・ウェールズが竣工した。欧州では敗戦を重ねるイタリア支援のため、ロンメル将軍がアフリカ大陸に現れ、英国の通商破壊を実行するため、鉄血宰相と同じ名を持つドイツ最強戦艦ビスマルクと従軍洋艦プリンツオイゲンが大西洋を目指していた。英国はビスマルクの動きを察知、世界最大帝国の誇り巡洋戦艦フッドを旗艦に、最新鋭戦艦ウェールズと駆逐艦6隻で艦隊を編成、迎撃の準備を急いだ。1941年5月21日深夜、ビスマルクの動きを警戒したフッド艦隊はアイスランド方面に向け、根拠地スカパフローを出撃。ウェールズは竣工から4ヶ月、訓練どころか工事も終わらず、問題を抱える手法は整備が必要で、ビッカース・アームストロング社民間人乗船のままの出撃となった。5月24日早朝、アイスランド近海、デンマーク海峡を哨戒中の従順ノフォークとサフォークがビスマルク船体を発見。しばらく接触を続けたが見失った。敵艦発見の報告に艦隊は旗艦フッドとウェールズを先行させた。午前5時35分、ウェールズの見張りが距離約2万8000にビスマルクとプリンツオイゲンの艦影を発見。5時52分、距離約2万4200、フッドが砲撃を開始。ウェールズも続いて静射を行ったが、初陣最初の砲撃で主砲が故障した。5時55分、距離約2万300、ビスマルクが反撃を開始。両船体の激しい砲撃戦となった。6時1分、ビスマルクの第5戦車がフッドの弾薬庫に到達。大爆発。フッドは急速に浸水し、海面に残るのは艦首と上を向いた砲塔だけになった。沈没直前、大英帝国のシンボルフッドは空に向け最後の砲撃を行い、被弾からわずか3分、海中に消えていった。ウェールズは単艦で砲撃戦を続け、ビスマルクへ3発の命中弾を浴びせ、ボイラーと燃料タンクを破壊、浸水と速力を低下させた。ウェールズもビスマルクの砲弾4発とプリンツオイゲンの砲弾3発を被弾し、浸水と燃料漏れが発生したが深刻な被害ではなかった。しかし、技術者の修理も皆なく、主砲の大部分が使用不能、後部砲塔まで稼働不能となり、プリンツオイゲンの魚雷射程に入る直前に点だ戦闘海域を離脱した。ビスマルクはウェールズの砲撃で生じた燃料流出で通商破壊を断念、修理のため単艦でフランスの港を目指し、プリンツオイゲンは単独で作戦を続行することとなった。ウェールズは砲塔修理を継続しながら、ウォーカー少将率いる従順のフォーク、サフォークと合流、ビスマルク追尾を続けた。同日午後、フッドを失った英国は単艦となったビスマルクを追尾するだけのウォーカー少将を特選。ウォーカー船隊は
距離28,000以上の遠距離からビスマルクに砲撃を開始。ここでもまたウェールズの主砲2門が不能となった。この間、飛来した A 艦載機9機が雷撃を行い、魚雷1本を命中させたが、損害は軽微であった。砲撃戦は双方命中弾なく短時間で終わり、ウォーカー戦隊はまたビスマルク追尾のため距離を取った。追跡中、ウォーカー戦隊はビスマルクを見失い、砲塔不調と燃料不足のウェールズは修理のため本国へ進路を取った。復讐に燃える英国海軍はその後もビスマルクを追い求め、5月26日航空攻撃、26、27日駆逐艦攻撃の後、戦艦従順4隻がビスマルクを捕捉。砲撃戦を挑み、88分間の戦闘で約400発の砲弾を撃ち込み、浮かぶ廃墟となったビスマルクは自沈を決定。フッド沈没から76時間、自沈用爆薬の爆発と英国従順の魚雷により左舷に転覆。午前10時39分、艦首を持ち上げ沈んでいった。大西洋憲章。6週間の修理を終えたウェールズは、英国首相ウィンストン・チャーチルを乗せ、大西洋を横断。カナダ・プラセンティア湾で、米大統領フランクリン・ルーズベルトを艦上に迎えた。チャーチルは、まだ参戦していないアメリカと戦後、新世界の秩序について会談。1941年8月12日、艦上で大西洋憲章が締結された。日本は必死に対米戦争回避に奔走していた。一方、ルーズベルトは大西洋憲章で大義名分を立て、国民を納得させる参戦の機会を欲していた。8月18日、ウェルズはスカパフローに戻り、9月、地中海で護衛輸送作戦に従事。作戦は成功したが、敵と誤認した自国戦闘機、フルマー2機の撃墜をしている。極東派遣。ドイツにはウェールズとほぼ同時期に就航したビスマルク級2番艦ティルピッツが存在していたが、チャーチルは極東を重視。日本軍南下の抑止力として自身お気に入りのウェールズを旗艦に艦隊の極東派遣を議会に提案。海軍大臣の反対に遭いながらも派遣が決定。G 部隊が編成された。10月23日、ウェールズ・スカパフロー出港。25日、駆逐艦と合流し、シンガポールを目指した。8月に就航したばかりの新鋭空母インドミタブルは、レパルスと合流した数日後座礁。英国は代わりに小型空母ハーミーズの派遣を決定したが、ダーバンで修理中のハーミーズ合流時期は未定で、G 部隊に空母は不在であった。ウェールズはケープタウン、セイロン島を経て、12月2日、シンガポール、セレター軍港到着。マレー駐屯軍陸軍司令官アーサー・パーシバル陸軍中将は、ウェールズを出迎え、
各国報道陣に世界最強戦艦が公開された。同日、トーマス・フィリップス大将が東洋艦隊司令官に就任。ウェールズは指揮下に入った。チャーチルの日本に対する懸念から、英国はウェールズや新鋭空母インドミタブルを極東に派遣し、日本に備えようとしていたが、準備と認識は不足していた。英国にとって日本は、大陸相手に5年も費やしながら勝利できない国で、特に航空戦力は、ロールスロイスとダットサンの戦争と見くびり、航空機はマレー防衛に必要とされた336機の半数しか揃っていなかった。1941年12月8日、山下将軍令下の第18師団はタイ国境に接したイギリス領コタバルに上陸。日英は交戦状態に入った。5時38分、美幌海軍航空隊96式陸航32機はシンガポールの飛行場を爆撃、損害を与えた。陸航隊は停泊中のウェールズから対空射撃を受けたが、損害なく帰投。日本偵察機は湾内に戦艦2、巡洋艦4、駆逐艦4を報告した。日本の対米英海戦を聞いたチャーチルは、アメリカが欧州戦争に参加することになると大喜びし、大英帝国の勝利を確信した。日本軍コタバル上陸中の情報を入手したイギリス海軍は、ウェールズを旗艦として東洋艦隊主力艦艇で Z 部隊を編成。12月9日18時55分、Z 部隊率いるフィリップス司令官はウェールズに座上。コタバルに向けシンガポールを出撃した。部隊は日本軍による進路推測、マレー半島アナンバス諸島間の機雷敷設を警戒し、最短ルートではなく、アナンバス諸島東の迂回ルートを進んだ。出撃前、空軍司令部に赴いたフィリップス司令官は、索敵と護衛の要請をした。コタバル飛行場を撤退したばかりの空軍司令部は即答できず、回答を約束し検討に入った。数時間後、海上を進むフィリップス司令官は、遺憾ながら戦闘機による護衛不可能の回答を受け取った。9日15時15分、3回索敵中の E65 が敵レパルス型戦艦2隻を発見。イギリス艦隊発見の第一報を打電、接触を続けたが、15時20分、敵艦隊を見失った。マレー部隊指揮官兼南県艦隊司令長官小沢治三郎中将は、従順や水雷戦隊、航空部隊による野戦・夜間攻撃の準備を命じ、翌朝、艦隊決戦を計画していた。12月10日午前0時、索敵中の陸航が暗闇を進む艦船を発見。超光弾を投下し、敵発見の報告を行った。照明に照らし出された艦船は、マレー部隊機関鳥海だった。誤認され危険な状態にある小沢中将は、上空の味方に、我鳥海の発光信号を送った。敵に察知される危険を冒して送った発光信号だったが、
索敵陸港には通じなかった。小沢中将は、第一航空部隊司令部への打電で同士討ちを回避したが、夜間航空隊との連携は危険と判断、野戦を断念、一時海域を離脱し、南方部隊本隊と合流するため、北北東に転進した。燃料不足の駆逐艦テネドスを分離後、コタバルに向け航行中の Z 部隊は、10日午前0時、約1時間ほどの距離に青い閃光を確認、異変を察知した。フィリップス司令官は作戦中止を決定、シンガポールへ反転した。午前1時、日本軍クアンタン上陸中の緊急信を受信した部隊は、再度転進クアンタンを目指した。午前1時22分、哨戒中の E58 が反転中の A 艦隊を発見、報告を行った。南方部隊指揮官、近藤信武中将は、第一航空部隊と潜水部隊に捕捉撃滅を命令。E58 は敵部隊に魚雷5本を発射したが命中弾はなかった。近藤中将はマレー部隊と合流後、敵艦追撃を開始した。6時15分、E58 は約5時間接触を続けていた敵艦隊を見失った。8時15分、近藤中将は燃料不足の懸念から追撃を断念。陸港部隊の活躍に望みを託した。航空攻撃による敵艦撃滅の使命を帯びた鹿屋、元山、美幌の各航空隊は、索敵機の報告次第で敵艦隊に急行できるよう、7時55分から9時30分にかけ、雷装一式陸港26機、96式陸港25機、爆装96式陸港36機を発進させていた。航空攻撃の成否を見守る連合艦隊機関戦艦長門では、山本司令長官と三輪作戦参謀が戦果を予想していた。山本長官はレパルス撃沈とウェールズ大破に、三輪参謀は2隻撃沈にビールをかけていた。日本偵察隊は敵艦索敵を早朝から行っていたが発見できずにいた。11時13分、帰投中の索敵機が単艦で進むテネドスを発見。投下した60キロ爆弾2発は命中せず、周囲に艦隊の姿も見えなかった。96式陸港で索敵中の帆足予備少尉は、約5時間の索敵も敵艦隊を発見できず、独断で索敵コースを変更していた。11時30分、遠方に艦隊を発見。接近すると艦隊からの射撃が始まった。11時45分、帆足機は敵主力ミユを発進。高度3000で接触を保ちながら誘導役となった。司令部は直ちに電文を転送。各攻撃隊は機首を敵艦隊に向けた。最初に到着した美幌空白井中隊爆装96式陸港8機は12時45分、レパルスに水平爆撃を開始。各機2発搭載の250キロ爆弾を投下したが、命中したのは初弾だけだった。後部カタパルト付近への命中弾は甲板を貫通して爆発。水蒸気を炎上させたが損害は軽微だった。白井隊と入れ替わるように
原山航空隊雷装96式陸航16機が到着。二手に分かれウェールズとレパルスに攻撃を開始。レパルスへの魚雷攻撃8本は見事な操船で全て回避された。フィリップス提督は日本航空隊が雷撃を行えると思っていなかったと言われ、ウェールズは魚雷回避が遅れた。13時14分、攻撃開始早々、左舷後方推進軸付近に魚雷1本が命中。軸のねじれたタービンシャフトは船体を叩き続け、隔壁を破壊。大量の海水が浸水し、ウェールズの速力は20ノットに低下した。船体は左に傾斜を始め、船内を伝った海水が発電室に到達。8台中5台の発電機が停止。後部 133mm 連装両用砲4機が旋回不能となり、操舵能力を失った。後部式場の士官は、たった1本の魚雷が致命傷となった不沈戦艦に誰が名付けたと不平を漏らした。ウェールズは我航行の自由を失えりの信号機を掲げた。陸航隊はウェールズへの攻撃で1機を失った。13時20分、美幌航空隊第4中隊96式陸航8機が到着。13時27分、レパルスへの雷撃はすべて回避された。13時28分、レパルステナント艦長は空軍に援助要請を行った。日本航空隊攻撃開始前、レパルスから1機の哨戒水蒸気が発進していた。鹿屋航空隊雷装一式陸航26機はレパルスに帰還中の哨戒水蒸気を発見。敵機を水先案内として敵艦上空に到達。13時47分、攻撃が始まると水先案内の敵機はシンガポール方面に飛び去っていった。一式陸航隊は対空射撃回避運動ともにままならず、艦満に左旋回するウェールズ右舷に魚雷3本を命中。この着弾でウェールズの左への傾斜は回復したが、4本ある推進軸は3本が機能を失い、速力は8ノットに低下。ウェールズは操舵不能、反撃能力もほぼなくなった。続けて、これまでほとんどの魚雷、爆弾を回避し、損害警備のレパルスを攻撃。左舷に魚雷2本が命中。続けて右舷中央に2本。最後に後部に1本が着弾し、レパルスは左に大きく傾斜。14時3分。飛来から4分で転覆、海底に沈んでいった。陸航隊は2機を失い、11機が被弾した。14時、500キロ爆弾装備の美幌航空隊96式陸航17機が戦場に到着。ウェールズへ水平爆撃を開始。爆弾1発が船体中央に命中、最上甲板を貫通。艦内での爆発は水蒸気甲板を押し上げ、仮設救護所で被害を拡大させた。攻撃を終えた美幌航空隊中隊長武田大尉は戦果を確認。艦中央と艦尾が炎で包まれ、惰性で動くウェールズに潜水艦のとどめを要請。戦場を離脱し、航空隊の攻撃は終わった。潜水艦によるとどめの攻撃は行われなかったが、これまで受けた命中弾、至近弾はウェールズの船体を変形させ、リベットは弾け飛び、浸水は
プレートの継ぎ目に沿って起こっていた。東洋艦隊司令官フィリップス提督は総員退艦を命じ、駆逐艦エクスプレスの救助が始まった。ウェールズ艦橋ではフィリップス司令官とジョン・リーチ・ウェールズ艦長が艦を離れようとしなかった。参謀はフィリップス司令官に何度も退艦を懇願したが、ノーサンキューと断られ、涙で艦を後にした。14時45分、レパルスの援助要請で、オーストラリア第453飛行隊ブリュースター戦闘機11機が目的海域に到着。戦闘隊が目にしたものは、左への傾斜が極限に達したウェールズで、艦はそのまま転覆。数分間海上に船底を晒した後、船尾から徐々に沈み始め、15時50分、沈没。イギリスの東洋艦隊は開戦早々壊滅した。敵艦隊を発見したホアシ少尉は、そのまま戦場に残り、史上初、航空機による戦艦撃沈のすべてを上空で見届けた。19時20分、サイゴン基地に帰還したホア式は、誘導路上で燃料が切れた。帰還鳥海で、イギリス戦艦2隻の沈没と、フィリップス提督の戦死の報告を受けた小沢中将は、敵提督の死を悼み、涙を流した。また、祝辞を述べに訪れた野村軍医大佐に、自分もいつか彼と同じ運命をたどらねばなるまいとつぶやいた。日本航空隊は戦闘中に始まったレパルスの救助活動さえ一切妨害せず、励ますジェスチャーまで送った。この日本軍の姿勢に好感を持つイギリス兵もいた。救助の駆逐艦を攻撃しなかったことで、ウェールズとレパルスの戦死者は戦艦2隻としては比較的少なく840名だった。2日前、12月8日の真珠湾攻撃やタラント空襲など、停泊中の戦艦は航空攻撃で沈められていたが、不可能と考えられていた作戦行動中の戦艦撃沈は、ウェールズ、レパルスが史上初となった。日英開戦直前、世界最強と信じるウェールズ艦隊を絶妙のタイミングでシンガポールに派遣したチャーチルには洞察力と決断力があった。しかし、自信を持って送り込んだウェールズ撃沈の知らせに、チャーチルはあの艦がと絶句。回顧録には、私はベッドの中で身もだえ、もうアジアは日本のものになった。戦争全体でその報告以上に私に直接的な衝撃を与えたことはなかったと記している。連合艦隊では、自身が困難だと思っていたウェールズ撃沈の知らせに、上機嫌になった山本司令長官が賭けに勝った三輪参謀に、ビールはいくらでも出そうと普段見せない笑顔を見せた。航空攻撃に参加した壱岐大尉は翌11日、戦闘海域上空を飛行。日英双方の戦士に鎮魂の花束を投下した。太陽の沈まない帝国最新鋭戦艦沈没の影響は太陽国ですぐ現れた。12月10日夜、タイ政府はそれまで回答を避けていた日台攻守同盟を決定。翌日、仮調印が行われた。日本の猛攻で戦艦2隻を失ったイギリスは、その後、制海権を失い、続けて制空権も喪失。1942年2月、東洋のジブラルタル、シンガポールは陥落した。ウェールズ沈没とシンガポール陥落で、
大英帝国の威信は大きく傷ついた。日本は西洋が無敵でないことを証明し、植民地支配を受けていた人々に勇気と希望を与えた。ウェールズは比較的水深が浅い海で沈んだため、穏やかな天気であれば上空から確認できる。近海の海底で眠る日本艦船やレパルスなど、同海域の艦船が同様の被害に遭っている。